リコチタニック。こんにちは、リコチーです。動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画は開封動画です。グリーンテラス葉山さんの福袋セットを2セット購入したよ。今回のセットはめちゃめちゃ可愛かったのよ。ぜひ見てもらいたいです。損はさせません。こちらがグリテラさんから届いた段ボールです。素敵なメッセージカード入り。ちょっとした気遣いが嬉しいですよね。中身は種類ごとにカップに入っています。多肉9種類とポット1つで1セットです。では早速1つずつ見ていきましょうね。1つ目はカリストです。はじめましての子です。今回のセットは我が家にいない子ばかりで嬉しいセット内容でした。すごく真っ赤な多肉ちゃん。コロコロっとしたフォルムが可愛すぎます。ところどころ血しぶきのように飛んだ深い赤い斑点が素敵です。このいい形をキープして育てたい。日光ガンガン、お水切り気味コースですね。根っこはこれからかな。なかなか大きいサイズですね。これなら葉ざしもできそうです。植え付ける前にもぎもぎしちゃいます。2品種目はレッドアガボイデスです。アガボイデス系の赤いやつってことかな。形はロメオっぽい幅広で肉厚な葉ですね。この子もコロッとしていて可愛いですね。だいぶ爪が潰れていますが、中央には真っ赤なかっこいい爪が。これから成長するにつれてどんどん魅力が増すでしょう。葉っぱの組織がキラキラしていて宝石みたいで美しいです。キラキラしている多肉を横から眺めているのが好きです。3品種目、ミニマハイブリッド。うちのミニマハイブリッドとは少し違う雰囲気です。カスカスすぎてお見せできないのですが、片親違いなんでしょうね。ミニマがかかっていると小さい個体になり、群生するのが特徴です。1、2、3、4、5頭ですね。こんなに小さいのに真っ赤なかっこいい爪があります。なんだか応援したくなりますね。頑張れ。1、2、3、4、5、6。数が合わない。わかんないけど、まあいっか。とにかくかわいい、みんなのアイドル、ミニマちゃんでした。
4品種目、チャールストンです。ムチムチでツンツンしていますね。いつも思うのですが、グリテラさんの苗はしなしなしていなくて元気なんですよね。割と葉っぱパンパンの状態で届くので嬉しいです。爽やかなグリーンからオレンジ色のグラデーション。じんわりと真っ赤なエッジがかっこいいです。爪も本気出したらかっこいいんだろうな。横から見た時のグラデーションが何とも言えない美しさですね。かわいいとかっこいいを兼ね備えた感じ。こちらの子の方が赤が深い感じですね。こっちも好きだな。皆さんはどちらがお好みでしょうか。同じ品種の中から多肉を一つ選ぶとき、何を優先して選んでいますか。色、ロゼット、バランス、葉数、爪、大きさ、多糖などなど、選ぶ基準は人それぞれですもんね。よかったらコメント欄で教えてくださいね。5品種目、パラシトイド。このお名前も初めて聞きました。この子、めちゃめちゃタイプです。お店で見かけたら絶対買っちゃうやつです。かわいすぎる。この色、やばいですよね。サーモンピンク。私が豚ピンクと呼んでいるちょっとオレンジがかったピンクです。ペールトーンなのがまたいいですね。黄緑というかほぼ白からのグラデーションです。細葉が繊細な雰囲気を出しています。コロッとボールみたいで可愛いです。発根はこれからですね。爪は結構潰れちゃっててわからないな。赤っぽい爪かピンクっぽいのか。長さはどのくらいになるのか。いろいろ成長が楽しみな品種ですね。お顔が変わっちゃわないといいな。6品種目はアイスハートプリンセスです。まず何ですかこの名前は。すごくおしゃれ。可愛すぎるでしょ。どういうところからこの名前がついたんだろう。ツンツンしてるからかな。とにかく名付けた人にお会いしてみたいです。興奮して取り乱しました。肝心の多肉を見ていかなくちゃ。葉っぱの形はさっきのとちょっと似ています。指っぽい感じ。指系見つけると買っちゃう。この形が好きなんですよね。和風っぽい色味ですね。色白ちゃん。花芽が出ていますね。もう少し伸びてきたらカットします。
葉っぱはつるつる、ムチムチですね。キラキラしていて、とっても綺麗です。ファセットラインも出そうな予感があります。爪はとっても控えめな感じ。7品種目、クイーンオブピーチ。また名前のかわいい子がやってきました。この子はどうやらおまけのようです。他の子より小ぶりでかわいいサイズ感。赤ちゃんなのか、もともと小さい品種なのか、どっちでしょうね。幅広の葉にキュッと詰まったロゼットをしています。茶色い根っこが生えていますが、この根は機能しないので、これから新しい根っこが生えてくるでしょう。なんとなくピーチ感ありますよね。ピーチってつく多肉たくさんあるから、そもそも多肉が桃っぽいってことなんだろうな。8品種目、ムーンブライトです。あら、かわいい。今回のセットは丸い多肉が多いですよね。紅葉してて真っ赤だし、なおさら可愛く見えるよ。肩が張った形の丸い葉っぱがこの子の可愛いポイントだ。そして葉裏とエッジが赤く染まっているのも可愛い。2頭なので分けて保険株にしよう。よく見ると葉の揺れも少しありますね。さっきのより少し小ぶりですが真っ赤です。メキシコポルデンシスの風味を感じます。ツルツル系のエケさんです。元気なグリーンから赤へのグラデーション。とっても爽やかです。いよいよラストのエケベリアとなりました。ロータスランプです。すごいしっかりした苗ですよ。全部で5個、お得です。サーモンピンクの葉っぱがかわいい。でも、どことなくかっこいい雰囲気なのは、真っ赤に伸びる赤い爪のせいでしょうか。中心のグリーンも優しい色ですね。この子たちもばらしてそれぞれで植える予定です。うん、かわいいかわいい。おまけのポット鉢もご紹介します。
黄色とピンクの2色が入っていました。しっかり底穴も開いています。滑り止めもついていていいですね。このポットにはミニマを植えようかな。絶対似合うと思う。黄色の鉢も素敵ですね。このざっくりとした作りがいい味出してます。こんな風にやってみたくなりますね。お茶出てこないよ。以上です。どうですか？並べるとまた可愛さが際立ちますよね。思わず鼻血が出ちゃいそう。鉢のサイズはこのくらいです。今回ご紹介した苗たちはすぐ植え付けする予定ですが、寒波が来る予定で慣れてない子には危険すぎます。しばらくは日中日が当たる室内で管理しようと思います。水やりもいつもより長めに控えることにします。寒いので発根も遅いと思うので、グリーンテラス葉山さんの多肉のセットはインスタグラムから購入できます。ぜひ覗いてみてね。